こっちの部分まだ葉っぱにつながってなかった。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのクチュリエさんの積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍の山帽子の実というこちらのデザインを刺繍していきます。でこれまでの積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍の動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。サリーのチャンネルではデアゴスティーニさんやアシェットさんの手芸のパートワークものやクチュリエさんの手芸を中心に作っています。チャンネル登録、いいね、評価いつもありがとうございます。それでは早速今回の山帽子の実刺繍していきましょう。頑張っていきまーちょい。はい、じゃあ今回の内容がまずこのいつものセット内容とか刺繍のやり方が書かれた紙が1枚と図案がプリントしてある布が1枚、それから今回使う刺繍糸が6色分と、あと今回はビーズとかリボンとか使わなさそうなので、今回はね刺繍針が1本だけなんじゃないかな。あ、やっぱりそうだね、刺繍針が1本と、あとはこの解説と、あと完成形が書かれた紙が1枚、あとは刺繍が終わった後に飾る用のフレームが1つとなっております。そしたら刺繍枠をはめて刺繍をしていきたいと思います。で、今回もいつも通り基本は3本取りで、このね実のところとかは6本取りでやっていくみたいなので、いつものこれでいけるかな。6本取り用の刺繍針とか持ってる方はこれじゃなくってそっちを使った方がいいかなと思います。そしたらいつもみたいにこの茎からいくと思いきや、今回ね葉っぱから刺していくみたいなので、まずはこの中の渋緑の刺繍糸3本取りで針に通しておきたいと思います。はい、そしたら渋緑の3本取りを持ったら、この大きい葉っぱとこっちの一番小さな葉っぱをサテンステッチで刺していきます。で、こういう葉っぱを刺す時のサテンステッチなんですけど、こうね放射状みたいな感じに刺していきたいので、サリーはねまず最初にここのプリントされてるこの線をガイドにして、でその隙間を埋めるような形でサテンステッチをしていきたいと思います。なのでね、まずはこのプリント線を頼りに刺していってあげて、このガイドが刺せたらあとはこの隙間を埋めるように刺していってあげます。よし、じゃあこんな感じでこっちの大きい葉っぱとちっちゃい葉っぱが刺せたら、次は黄緑に持ち替えて、この中くらいの葉っぱ2枚をまた同じようにサテンステッチしていきます。
よし、じゃあこんな感じで葉っぱが全部刺せたら、次はね、この葉っぱのこの葉脈の部分って言えばいいのかな。この今サテンステッチで避けて刺してたここの真ん中の部分から、あとこの枝っていうか茎までのこの短い部分、この部分を刺していくのかな。あ、そうだ、合ってるね。合ってるけど、この1、2、3枚の葉っぱはここの部分、この真ん中刺さずに、ここのね、先っぽだけでいいみたいで、この大きい葉っぱだけ、この真ん中の部分も刺して、で、こっちの部分、この枝というか茎というか、の部分までも刺していくみたいです。で、この一番大きい、この葉っぱは、この距離が長いので、バックステッチで刺していって、あとはここちょこっとだけなので、これはちょっと長いけど、あ、でも待って、これはね、ここ全部じゃなくて、途中まででいいみたい。なんか、これの、なんかね、一直線にしかね、ここ見えないんだけど、これね、途中からは茎みたいなので、ちょっと短いラインを、この3つはストレートステッチで、こっちはバックステッチで刺していきます。で、糸は特に持ち替えず、今刺してたこの黄緑の3本取りでやっていきます。なので、今ね、最後ここの葉っぱだったから、ここから1、2、3っていう順番でやって、で、最後ここバックステッチしていきたいと思います。よし。じゃあまずはストレートステッチで、このね、3枚の葉っぱの分。ここがね、問題なんだよね。分量でいいかなここら辺かな多分。もうちょっとなんか半分いくかないかないかなくらいに見える。よいしょ。これくらいで、あとはここの葉っぱの部分なんだけど、ここのまっすぐに刺したサテンステッチの部分は上から特にかぶせて刺す指示はないので、ここのね、真ん中溝が今開いてる部分から始めていきます。バックステッチでこの今なんていうの、谷というか溝というかになってる部分を埋めるように刺していってあげて、よいしょ。で、そこが終わったら、あとは単純にこっちはね、途中で茎になったりはしないので、ここまでこのね、茎と二重のところ、この2本線のところと合流するところまで刺していきます。よし、こんな感じ刺せたら、次ね、葉っぱだよね、これ。葉っぱは最後で、ここ見える、ここにあるちっちゃい葉っぱをレゼーデージステッチで刺していきます。レゼーデージステッチだから、ちょっと待ってねレゼーデージはこのまんまじゃできないザリこれを同じとこに入れて、先っぽから出してきて、くるんとして、こないだね、極めたばっかりだからね、レゼーデージよいしょ。もうね、苦手は克服できてると信じたい。よし、こんな感じ。そしたらこのね、糸の反対側で落としてあげる。で、もう1枚の葉っぱも同じように、これは細いレゼーデージだからね、そんなに難しくは
ないかな。よいしょ。じゃん、こんな感じ。そしたらもう緑は終わりなので、次薄いグレーに持ち替えて、この二重の茎の部分、2本線の茎の部分と、あとここの曲線の部分、こっちか、ここの葉っぱまでの部分のこの枝じゃないか、茎、ここの茎をアウトラインステッチで刺していきます。で、糸はね2本取りでやっていきます。はい、じゃあ薄いグレーの2本取りにしたら、ここの茎の部分をアウトラインステッチしていきます。ここの2本とここだったよね。よし、やってこう。よし、じゃあここの茎の部分もアウトラインステッチができたら、またね今度は茶色の2本取りに持ち替えて、こっちのね木の実につながっている部分、この部分をまたアウトラインステッチしていこうと思います。で、今気づいた、ここの部分さ、こっちの部分まだ葉っぱにつながってなかったもうね完全に終わったと思った。ここも刺してから、次茶色の2本取りに持ち替えてアウトラインステッチをしていきます。よしよし、今度こそこの薄グレーが終わったので、茶色の2本取りに持ち替えていきたいと思います。はい、じゃあ茶色の2本取りに持ち替えたら、またアウトラインステッチでここのね木の実までのここの茎の部分を刺していきます。よし、じゃあ頑張ってやっていこうよいしょ。はい、じゃあこんな感じで茶色のこの茎の部分も刺せました。そしたらまず山帽子を完成させようと思うので、この木の実の部分を刺していきたいと思います。で、ここの部分は赤の6本取りにしてあげて、ひたすらフレンチナッツステッチをやっていきます。フレンチナッツは2回巻きで、それぞれまずここの丸の部分でやってあげて、でその上からここの茎で使ったのと同じ薄グレーの2本取りに持ち替えて、この木の実の上からまたフレンチナッツステッチ、このフレンチナッツステッチをした上からストレートステッチをしていくような形になります。そしたらまずは赤の6本取りに持ち替えて、ひたすらフレンチナッツステッチやっていきたいと思います。はい、じゃあ赤の6本取りに持ち替えたんですけど、やっぱりねついてきた針だとこの6本取りを入れるのが難しかったので、サリーは刺し子針を
使っています。そしたらフレンチナッツの何回巻きだっけ、2回かな、やっぱり2回だ、2回巻きなので、この丸の中心から出してきてあげたら針に2回巻きつけて、でこっちの引っ張ってる方は絶対離さないようにして、ちょっと引っ張りつつ、よいしょ、針を落とす。こんな感じ。結構かわいい。なんか丸いのがいっぱいあるから可愛くなりそうな気はしてるんだけどいい感じに丸くできたかなと思います。このさ、フレンチナッツのぷくってしてるこの感じかわいいよね。よし、じゃああとはひたすらこのね、丸の部分、こういう丸の部分一つ一つフレンチナッツで刺していきたいと思います。じゃん、こんな感じで全部フレンチナッツステッチができたら、あとは今フレンチナッツステッチをしたところ一つ一つにちょっとヘタっていうのかな、このお尻の部分をストレートステッチで、見えるかな、こんな感じで仕上げていってあげたいと思います。で、糸はさっきも言った通り、ここの糸と同じ糸の2本取りに持ち替えてあります。よし、そしたらちょっとバランスを見ながらになると思うんだけど、このフレンチナッツステッチのこのなんていうの、結び目みたいなところ、この部分から出してきて、でそんなにね大きいストレートステッチじゃなくてもいいので、こんな感じで少しね色が見えるぐらい刺していってあげます。よいしょ。じゃあ全部同じような感じで刺していきます。よいしょ。よし、じゃあこんな感じでストレートステッチができました。なんかあれだね、フレンチナッツだけの時でももちろん可愛かったんだけど、なんかこのお尻の部分ストレートステッチしてあげることでちょっとねリアル感が出たかなと個人的には思っております。はい、そしたら最後はグレーの糸2本取りでこの山帽子の文字を刺していきたいと思います。よし、じゃあ最後持ち替えてサクサクっと刺していきたいと思います。よし、じゃあこんな感じでこの文字の部分まで刺せたら、今回の山帽子の実完成です。じゃん、今回の山帽子の実完成しました。ちゃんといつものようにプレゼント用にここにサリーのサインも入れてあります。はい。で、今回はここのね実の部分を刺すときに付属している刺繍針だとこれがね6本取りなかなか通らないので、ちょっとそこだけ別の針、もう少し穴の大きな針が必要かなと思います。で、このシリーズやられてる方は今回サリーは刺し子針を使ったんですけど、以前届いていたリボン刺繍用の針とかでも頭の部分、糸を入れる部分が大きいので、そっちでもできるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、今回のこの山帽子の実の
解説、豆知識なんですけど、この山帽子なんですけど、葉っぱが散ってしまう落葉の種類と、葉っぱが散らない常緑の種類とあって、どちらもちょっと開花時期は少し違うようなんですけど、こういう赤い実をつけるのは共通しています。で、この実がね、なるのは秋頃になるようで、実際この実は人間も食べられるようです。で、食べ方として一般的なのが、果実酒にしたり、ジャムにしたりする食べ方なんですけど、この山帽子には、ビタミンとかカロチン、アントシアニンなんかが含まれているので、滋養強壮や疲労回復なんかの効果があるみたいです。で、生とか加熱した状態とかではなくて、一回この実を乾燥させてから利用すると、腹痛とか下痢とかにも効果があるようです。ただし、人間も食べられるっていうことは、鳥さんたちも食べに来る木の実なので、鳥さんたちとの争奪戦が必須になると、こっちに書いてありました。で、このね、実なんだけど、こういう感じで今回刺繍したので、サリー調べる前は、ラズベリーとか、そういう丸い果肉っていうのかなが集まってるような木の実をイメージしていたんですけど、実際はこんな感じ。今ね、編集でここら辺に画像があると思うんですけど、こんな感じの、ちょっと、なんて言うんだろう、ライチとかの方が近いのかな。なんか、ワンピースとかの悪魔の実にありそうなちょっと不思議なフォルムをしている木の実です。なんかこっちのね、刺繍した方が可愛い気がする。はい。そんな感じで今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍の動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてサリーのチャンネルでは視聴者さんと一緒に手芸戦隊サリンジャーを結成しています。サリンジャーの皆さんと一緒におしゃべりをしたり、なんかゴミついてる。糸くずだ。一緒におしゃべりをしたり、アドバイスを受けたりしながら、みんなで手芸を楽しんでいます。あなたもチャンネル登録をして、サリンジャーの一員になりませんか？サリンジャーのみんなは、あなたの入隊を待ってまーす。そして、サリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメントなどなど、本当にありがとうございます。それでは、また次回のクチュリエさんの積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てね。See you!